鶴見中尉は登別で用事を済ませた後、樺太へ向かうそうだ。2週間後に大泊まで迎えに来るので、それまで待機せよとのこと。なのでしばらく豊原に滞在する。理由は豊原の方が大きな町でいい宿があるからだ。以上、各自好きに過ごせ。立灯也还是有大少爷的一面吧。キロラン家の死に際、アシリパは何かをつぶやいた。あの男は安堵した表情を見せ、あとは頼んだぞというのが聞こえた。アシリパは金塊の暗号を解く。非常敏锐啊，月岛。尾形がアシリパを殺そうとしたのも、解読方法を聞いて用なしになったのでは。言うはずねえ。俺が話す。邪魔すんなよ。おー。アシリパさんは鶴見中。牙口很好的样子，贺金。但是我觉得阿西帕他一定是让基鲁兰克相信他们这个民族的未来是可以交付于他的手中的。现在我这外边也都是白雪皑皑了。那は駅、タラオホカヨナタ。オレプンアラキヤス。タンオッカイクコロアチャポネ。ノキヒポロ。あの人たちのコタンが近いから気になったんだって。这脚印好萌啊！近橋を連れてきたおかげで、俺たちはカラフトで警戒されずに済んだ。毎回あのネタ使うから、カラフト中のアイヌに俺の金玉がでかいと知れてしまったけどな。お前たちを追い返さなくて本当に良かったと思っている。北海道でも家族のふりうまくいったね。インカラマ并非冒充，其实就是一家人。立って歩けるくらい回復してるそうだ。本当？よかった。ああ、帰ったらすぐ。真的，回去一定要见到好吗？近橋。帰るの？え？おい杉本、見ろこれ。うんこかい？これ杉本が言ってたクズリの足跡だろ。ああ、ヒグマより素早くて凶暴なんだよあいつ。私は会えなかった。よし、クズリを取るぞ。せっかくだから帰る前に杉本も脳みそ。这也是可以狩猎的吗？脳みその味なんて全部一緒でしょうが。山に入る前に火を起こしてお祈りしよう。新しいアイヌの女なのに、そういう儀式はいつも大切にするんだな。这些都是他们的根基啊。山に入るといっぱい危険がある。こういったものは気を引き締める効果があるんだと思う。マッチがあるから、もう私たちは漁に出るときくらいしかこの道具を使わなくなった。どうすれば残せるんだろう。哇，犀利！バズバラシャイシャブラシーユ。アイヌの子供。今のは大変興味深かった。もう一回最初。哦，他们是记者类似于吗？なんだよお前らいきなり。哦，活動写真の。なんだそれは。这应该不是电影中的剧情吧？还在拍？我请问呢？到处都是素材是吧？这太大了！射中了山原。す
哇，他们是真的胆大呀！就这样赤手空拳的也敢来这种地儿。当然了。やっぱ一緒の味に感じる。で、あんたらここで何撮ってたの？カラフトアイヌの狩りを撮影させてもらっていたが、いつの間にか男たちとはぐれてしまった。それは写真とは違うのか？これはシネマトグラフという名の撮影機材だ。何枚も連続して写真を撮影することによって時間の流れや人の動きなどたくさんのことを記録できるんだ。我々はシネマトグラフ他想到可以让他们文化留下来的方法了。シネマトグラフを発明したフランスのリュミエール社は多くの撮影技師を世界中に派遣した。中でも日本は多くの撮影がされているんだよ。彼は撮影技師のジュレール君だ。そして私は稲葉勝太郎、リュミエール社から日本で上映する興行権を得た活動写真の興行主だ。活動写真ってどうやって見るんだ？哦，動いてる！写真が踊ってる！可以去记录他们的传统文化习俗。北海道アイヌの活動写真はリュミエール社でも評判が良かったなあ。アイヌの踊りは他にも撮ったのか？昔話はユカラとかウエペケレとか。昔話は撮らなかったな。この機材は声は入らないんだよ。声は写真と一緒に残せないのか？アイヌの昔話を動きで見せて活動写真に残そう。芝居をやってそれを撮影するってこと？歌舞伎は撮影したが、アイヌの昔話は口伝えだから蓄音機で十分じゃないか。そもそも芝居は君たちの文化にないだろう。でも動きがあった方留が伝わる声机的那种不一定很多人愿意听言葉が違啊う。人たちにも私たちの物語が伝わるはずだ。私は興行主だよ。面白くなるかわからないものを撮影するほど暇じゃないよ。絶対にうまくいく。私に任せてくれ。山原超级今頃クスリの腹の中だぞ。お前ら恩知らずか。超级虎啊，まず最初西林は哈的パナン。ペペナンペ物語だ。パナンペは川下のもの、ペナンペは川上のものという意阿味で、西帕导この二演人の昔話はたくさんある。いつも好有范儿啊何かで大儲けして羨ましがったペナンペが真似をするが、クズだから失敗する話がほとんどだ。小太りじいさんみたいな話か。パナンペ役杉本彩一、ペナンペ役白石義武。聞き書きした脚本です。太有效率了吧？写真瓦西里，你在这里干嘛？回せ。ある日、パナンペが川の氷に穴を開けてチンポを入れていた。いきなり変だぞ昔話。するとチンポの周りに魚が集まり、家にどっさり背負って帰ると、奥さんも大喜び。おい、撮影機止めろ。这服化道这李登太搞笑了。そんな時にお前らはそんな表情をするのか？声が入らないんだからもっと感情を非常的有天赋。代わりはいくらでもいるんだぞ。すいません。楽しく暮らしているとペナンペがやってきて、どうしてそんなにいい暮らしができるのか問い詰めた。ペナンペは聞いた通りに川へ行き、哎，这样真的不会无法生育吗？チンポ哦，白石总是演倒霉。ペナンペの奥さんがまさかりで氷を割ろうとしたら、チンポを切り落としてしまった。ペナンペはつまらない死に方をした。なんだこの昔話は。月岛，我要看月岛。在写生吗？瓦西里。杉本いいのか？こんなことをしていて時間がないんだぞ。
邪魔すんなって言山ったはずだ。原非常认真的，他看得出阿西帕是真的有想法，お前杉本と何話有他的计划。出番の多い女役を狙っているな。パナンペペナンペ物語第2話、よーい回せ。ある日パナンペが海岸で不是你一定要跟这个有关吗？ここがおかしい。するとチンポが松前にまで達した。見切れてんだよロシア人。松前藩の女たちはそれを見て太配了，就是这个角色。パナンペがチンポを哎，真让我想银魂了，说真的。入ったそしていい暮らしをしているとペナンペが来てどうして裕福なのか聞いてきたので教えてあげると、ペナンペは海岸で同じようにチンポを伸ばした。すると藩士の妻たちが出てきたが着物を盗む竿だと分かっていたので刀で切り落とした。他又死ペナン了ペ。はつまらない死に方をした。毎回最後に这样拍就很有趣啊。こんな芝居じゃ伝わらない。どうしたんだシルバさん。様子が変だよ。他非常的认真的想要去。哇，还有童星呢。月岛，我真的求你了。娘たちはとても感謝した。这太それ可から爱長い旅を了。経てまた娘たちの家に寄っていくと、父親が娘たちを嫁にもらってくれという。私はその家の息子となってたくさん働き幸せに暮らした。すると大きい兄は自分は実は人間ではなくゲソラプという鳥のカムイだったと明かす。这道具做的也很好啊。哦，大家真的好认真啊。おいチカパチ、なんだそのポカンとした顔は。そんな表情じゃ何も伝わらないだろう。いいかチカパチ、この場面はな、身寄りのない主人公を保護して旅へ連れて行き、悪いカムイたちと戦い立派な男に育て、新しい家族まで持たせてくれた。哦，组建そんな家人との永遠の庭。別れの場面なんだぞ。大きな鳥の落とす涙は雨となり、私たちの頭上に落ちてきた。哇，種が気にします。很有童星的潜质啊。最高だ。今の取れたか。我真的求求了，这些还太可爱了，而且大家真的很配合啊。啊，西里帕超专注的。是我真的绷不住月岛。哦，塔尼嘎基。所以瓦西里在这里到底充当一个什么角色？我真的笑死。これもこの間撮ったやつ？いや、カラフトアイヌの家じゃないよね。ジュレールがお嬢ちゃんを撮影していて気になることがあったので、
この活動写真を見てほしいそうだ。10年以上前に我々が小樽で撮影した。これ私のコタンだ。あちゃ。この男性は深い青い目の色が印象的だった。これがウイルクのっぺらぼうはこんな顔だったのか。じゃあこの隣の女性は。ジュレールはこの女性があなたにそっくりだって。跟阿西利帕一样的。やめておけと冗談を言ったんだけど、この後日露戦争へは参加された。哦，啊，这都是很珍贵的。みんな逃げろ！ジュレール！他の写真には燃え移すな！シネマトグラフの光源はアーク灯という火花放電の光を利用するものである上に、フィルムもニトロセルロースという火薬の原料を使用しており、たびたび火災が起こった。そのため歴史的なフィルムの多数が消失してきた。アシリパさんは。哦不，他的眼神。大丈夫？活動写真は素晴らしい技術だけど、今生きる私たちの全てを残すにはまだ十分なものじゃなかった。还有很多别的方法的。母の顔は初めて見ることができたけれど、あの場面の記憶は私にはない。あちゃが話してくれた母の思い出の方が体温まで伝わるほど残っている。やっぱり自分たちで大切にする気持ちがなくては残っていかない。说的太好了。ヒロラン家西パからいろんな民族の生活を見せてもらった。北海道にいては知らないことばかりだった。カラフトの旅はそれを知るためのものだった。ヒロラン家西パやあっちゃの言う通り、守るためには戦わなければならないのか。それはアシリパさんじゃなくたっていいじゃないか。金塊を見つけたらあとは小樽に帰って初めて杉本に出会った頃と同じように熊や鹿を追いかけてひんなひんなして暮らせというのか。他意识到自己的责任更加的重大，私はもう無関係ではいられない。已经回不去了。戦うのは。但是山原真的很担心他。杉本、お前は私のためじゃなくて自分を救いたいんじゃないのか。哦，私の中に干し柿を食べていた頃のような自分を見ているだけじゃないのか。别这样。確かにそれもある。ウイルクが網走監獄で撃たれる直前何と言ったか、俺はアシリパさんに伝えずにいた。アシリパさんを山で潜伏し戦えるように育てたと俺にそう言った。アイヌを導く存在にするって。ウイルクは何も知らないアシリパさんを無理やり巻き込んだ。キロラン家も結果的にだが自分の命を引き換えに戦って守るしかないのだという選択肢へアシリパさんを追い込んでしまった。俺はそれが許せない。アイヌの先頭に立って死ねと、戦って人を殺せと
つらアシリパさんに呪いをかけたようなものじゃないか。俺は親になったことなんてないし、無人としての親の責任の取り方ってのがあるのかもしれないけどよ。アシリパさんは本当にどうしたいのか。他只希望他是他而已，人を殺せばなんとかって地獄に落ちるって言ってたよね。而不去背负这些所谓的枷锁。それをどう解釈してる？地獄を考えたやつはそいつも俺みたいに。他们都站在了不同各自的角度上嘛。一切都无法再挽回了，因为山原就是如此后悔的。我觉得他们之间的这个矛盾，其实在上一季结尾的时候就有所体现了吧。就山原他一直想去保护阿西帕，保护他这个纯洁的心灵吧，不想让他去涉足于不仅是危险，同时有可能会面临就是无法挽回的这种地狱沼泽之中。他不想让他陷入到这些事情里面，去保持他自己的纯真。但是呢，阿西帕他已经见证了太多，他经历了太多了，他已经无法再回到过去那个自己了。而当阿西帕选择就是用其他的方式去尽可能的能够保存他们的文化的时候，比如说像这一集去拍摄像电影一样的东西，山原也是非常非常支持，并且就是全力以赴的吧。他一定是想去帮助阿西帕去完成他的愿景的，但是他唯独不希望阿西帕去涉足到这样子的战争之中，这绝对是他心里过不去一道坎儿。我还挺喜欢这一集，就是他们打打闹闹的，用这种拍摄电影非常现代的方式去进行一个尝试吧。它是用一种可留存的方式去对抗那种被抹除，这种被抹除性不仅仅指的是他们的这种影像或者说是记忆，包括的还有就是像他们这种民族的一些文化和精神。但是即使这个胶片到最后就是燃尽了，没有留下来，但是我觉得它让阿西帕的信念更加的坚定了。我觉得他也多少意识到，就是这些影像、这些意识、这些生命会消逝，但是那种文化和意志却可以这样子不断的流传下去吧。我也非常理解就是山原他的这么一个立场吧，毕竟他经历过真正的那种炼狱，所以他是不会原谅并且憎恨着那些把什么都不知道的孩子拖进这样子的斗争，逼着他们去战斗的这些人。其实最后电影就是那些胶片的燃烧真的有一种隐喻的感觉吧，记录可能会被不小心删掉毁掉，载体可能也会受到毁坏，设备可能无法再使用，但是最重要的是得有人记得，有人能继续走下去，这才是文化能够传承下去的重点吧。就引用这一集我最喜欢的一句从阿西帕口中说出的，要是我们心中没有那种珍惜的情感的话，那就什么都留不下来。像他看到了他曾经未曾谋面的妈妈的影像，但这些影像并不是记忆的核心，但是他爸爸所讲述过的那些关于他妈妈的故事，反而让他更能理解感受到他母亲的那种温度。载体或许能帮助我们保存到大部分的信息，但只有这种情感才能保存这种意义吧。呼应了像阿伊努文化或者说很多民族文化他们那种口口相传的特质，并不是依靠什么样子的物品物质去进行一个传递，而是更朴实原始的一种人与人之间情感的传递嘛。就算胶片被烧毁了，照片也褪色了，有人愿意讲给下一个人听，再下一个人听，那这份记忆就是活的。所以阿西帕也明白了，就是如果没有心里的这一份情感的话，再先进的这种技术它也只是单单有一个空壳而已吧。阿西帕已经有了就是要必须守护的这一份信念意志，而山原的这个担心也非常非常的现实，这战争它会夺走你珍惜的这些东西，但是如果不去守护，我们连珍惜的这种资格都没有，都会被剥夺吧。山原也对阿西帕就是提到他曾经说过的话吧，就是杀了人就会打入到地狱这样，如果真的体会那样子备受煎熬，无法做回曾经自己的心境，那也就
已经太迟了，真的很怕阿西帕失去自我吧，并且他本身就觉得像威鲁克和基罗兰科他们本质上是在给阿西帕套上了一种枷锁，一种诅咒，质问阿西帕你真的想这样吗？当然阿西帕会觉得说如果不去这么做的话，他可能连自我都守不住。我觉得这个是他们从第3季一直到现在一直以来多多少少都存在的一个分歧吧，就是现在也是把话已经说得很开了。我也非常好奇，就是接下去他们该如何去平衡这一点吧。我有时候觉得就是在不断成长的这种道路上，尤其像阿西帕这么聪明成熟的小孩，我觉得很多时候他不只是一种选择，选择好或坏，选择对或错，而是所有的选择它都带有着一定的代价或者说的痛苦，只是说你应该去选择哪一种痛苦罢了。我觉得这是一种很残酷的现实吧。那这期视频就到结束啦，我们下次再见啦，拜拜。